くね動きながら前進してくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はヘビロボットを作ってみようと思います。くねくね動きながらいい感じに前進させたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはくねくね往復運動する部品を作っていきます。こんな感じでモーター2つを組み合わせてその軸をベアリングで緩く固定します。こうすれば軸を動かしても決まった位置に戻ってくるので回転方向を制御できればくねくね動かせるんじゃないでしょうか。そのために最小サイズの水晶を10個ずつ間に挟んだ2つのコンデンサを用意します。片方のコンデンサの電力を空にしておくと1秒間隔で電気が移動してくれるのでここにトランジスタを接続することで2つのモーターに交互に電気を流して回転方向を切り替えられるというわけですね。早速試してみるとダメですね。バネの力が強すぎるのかうまく軸が動いてくれません。しょうがないのでバネを取り外しましょう。そうするとなるほど、やはりバネで押さえていないとぐるぐる回ってしまいますね。そこで上に突き出した軸に小さい歯車、その歯車と噛み合う大きい歯車を設置してさらにコンデンサの間の水晶も減らして通電している時間を短くしましょう。これなら動く角度が小さくなるんじゃないでしょうか。早速試してみるとなるほど、角度は小さくなっていますがまだまだ回転しすぎです。そこでゴムのかけらを使って動きを止めることで回転角度を制限してみましょう。そうするとこれなら決まった角度で止まるのでヘビのくねくねした動きが再現できそうです。早速こちらにベアリングのバネでつながったベアリングのタイヤ付きの部品を連結していきましょう。全部で5つ連結したらモーターを動かしてみるとなるほど、動きは小さいですがくねくね動いています。こちらをそのまま地面に下ろしてみるとダメですね。歯車が空回りしてほとんど動いてくれません。リンク記号にしてくねくね動かす方法もありますがここはそのまま歯車を外してモーターの軸に直接接続した後ゴムの部品で動く範囲を固定する方法にします。これならどうでしょうか。よし、今度はちゃんとくねくねしてくれています。そのまま様子を見ていると少しずつ前に進んでくれていますが前の方のタイヤが地面に設置していません。ちゃんと全部のタイヤが設置するようにタイヤの高さを調整しましょう。この状態で試してみるとタイヤが設置しているせいで抵抗が強くなったのか後ろの胴体の動きが小さくなってしまいました。この状態でも前には動いていますが日々っぽくないのでもう少し改良しましょう。タイヤの数を間引いてみると前の方の動きは大きくなりましたが後ろの方はほとんど動きません。これをなんとかするためにモーターにつながったくねくね動く動力部分を中心に移動しましょう。これならもっと大きく動いてくれるんじゃないでしょうか。固定した状態ならなかなかの動きなので期待ができそうです。地面に下ろしてみると動きが大きくヘビっぽくなりました。でも動く方向が逆ですね。よく考えたら左右にくねくねしているだけなのでどちらに動くかわからないのは当然ですね。それでも最初はモーターのついている重量の重い方向に動いていたので動かしたい方向の先端に
石の重りをつけることね。狙った方向に動かすことに成功しました。どうやら、重くした方向に動く癖があるみたいです。これでヘビロボットの仕組みは完成したのね。動力部分の長さのバランスを整えたら、重り兼飾り付けとしてゴムのかけらを使ったヘビの頭を追加しましょう。ある程度形を作ったら、軽量プラスチックの刃とリンゴのかけらの下、外輪の目を追加しました。ヘビっぽさが増しましたね。ここから電源をオンオフできるように、トリガースイッチ2本とコンデンサーを使ったシンプルなスイッチを追加しました。よし、トリガースイッチをコンデンサの電力が移動することに、電源のオンオフが操作できています。早速地面に下ろして電源を入れてみると、くねくね動きながら前進してくれています。頭にもバネがついているので、くねくね動いていい感じです。進む速度はかなり遅いですが、時間をかけて観察すると、確実に前進しているのがわかります。これでヘビロボットは完成ですね。くねくねしているだけなのに、ちゃんと進んでいるのがすごいところです。でも、不安定なところもあって、起動したとき、前ではなく、横方向に動くこともありました。こういう動きをするヘビもいるので、よしとしましょう。では、せっかくなので、ヘビの下の先に単合線の刃をつけて、サゴケラ軍団を狙って攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速電源を入れてしばらく様子を見ていると、なかなか近づいてくれません。少しサゴケラを押したところでバッテリーが切れてしまいました。バッテリーを付け替えてもう少し頑張ってもらいましょう。そのまましばらく様子を見ていると、よし、ザコキャラの足を切りつけました。しょぼい刺激でしたが、それからもう一度バッテリー切れするまで、様子を見守っていても、これ以上切りつけることはありませんでした。その代わり、何匹かのザコキャラに負けついて、倒してくれています。倒れてきたザコキャラを身にまとって、プレスアップできて満足したようなので OK です。それでは最後は、イエロースライムに効くように、重ねたガラスの針を先端に追加したら、巨大スライムを狙って動かしてみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。少しずつ近づかせて、ガラスの針を接触させると、おっと、吹き飛ばされてしまいました。それでも、この吹き飛び方向が良ければ、ダメージを与えられるはずなので、何度もやり直しながら挑戦していきます。吹き飛ばされる姿が面白いですね。そして、やったー !17,490 ダメージ。巨大スライムを倒しました。うまくガラスが弾かれて、ヘビロボットが勢いよく飛んだおかげで、一撃で倒すだけのダメージを与えてくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたヘビロボットさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しい